じゃあ今週の御言葉は、サマリア女の箇所を教えてくださいながら、御言葉を学びました。でサマリア女がどういう人だったかというと、ユダヤからは違法の地として蔑まれている、そのような神様を信じることがなかなか難しい。また神様を信じていても、その土着信仰、土族信仰があった、そのような人たちでした。だからこそ、もっと解ける人に会いたいし、自分たちが礼拝を捧げているところが山だったので、それでも受け取ってくれるのか、そのような心配も抱えてた、そういう人でした。サマリア女がある日イエス様に出会います。その時にイエス様はサマリア女が抱えている問題について全部解き明かしていきます。具体的にはサマリア女が5人の夫がいること、そして5人がいたとしても満たされない。その愛の問題を抱えている人。そして信仰をどのようにしていくか。そうやって問題を抱えてたその全てを解き明かして、すっきりと答えてくださった。それがイエス様でした。サマリア女が、その人が来たならば全てのことに答えてくれる。それがキリストだと。そのように私が聞いていると告白した時に、私がそれだとイエス様が答えてくださいました。イエス様がキリストだと。そのように分かってついていった弟子たちは多かったけれども、誰よりも先にイエス様がキリストだということを分かって差し上げたのが、実はサマリア女、この人だった。この人のように私たちにとっても抱えている問題、全てを解いてくれるのがキリストだと。なので、キリストというのは聖書だけを知る人、クリスチャンというイエス様がキリストだと認めている人たちだけの存在ではなくて、問題を抱える全ての人たちにとって必要な存在がキリストです。なぜならば問題があったならば私たちは進むことができないし、また問題を抱えていたならば自分がすべきことが何か見えてこないから、だからこそ全ての人にとって必要だと言われるのがこのキリストだと言われる人です。だからこそ救い人、救い主だと言われて、救い、答えを持っている。自分の人生の問題を解き明かし、そして永遠に生きていく、そのような存在を持つ私たちが最後まで永遠に素晴らしく生きられるように、全部の運命を解いてくださる、そういう人に会えること、これが本当に大きいということを教えてくださいました。問題を解く人に出会ったから、サマリア女は自分が問題を解く人に会った。救い主に会ったんだということを町中、村中に伝えていって、みんながイエス様の話を聞くようになったんですね。結局、その女の人が勧めるからではなくて、みんなが自らイエス様の話を聞いて、この人が救い主だ。これを認めるしかなかったんだと。そのように自分だけの人生にとどまらず、その村の運命も、また大きくイエス様のキリストだという使命も分かって差し上げて、本当に力になった存在として、聖書に名前を残して、歴史に名を残すような人になりました。私たちも自分の問題が解けて、そして解く人に会ってこそ自分がすべきことが見えていくし、自分が考えている以上に自分の価値を発揮することができる人生に変わっていきます。だからこそ新しい姿になりたい、新しく生まれ変わりたいと誰もが願う。より良くなりたいとみんな思うけれども、会うべき人に会ってこそ私たちは変われることを教えてくださる。そして会うべき人が誰かといったならば、神様が送ってくださるイエス様に出会うことが大事です。イエス様は必ず私たち一人一人にぴったりにふさわしい答えを持ってきます。なのでこの答えにあったら自分が新しい姿になれる。新しい姿になっていけるはずなのに自分が実感できない時というのは遠くしてるからだとおっしゃいます。もっと近く、もっと学んでみよう。もっと心を開けてみよう。自分が今まで持ってきた固定概念を一度置いてみよう。そのようにするときに自分の答えというのがたくさん入ってくるようになります。今は本当に新しい御言葉が語られる時が来たと言われる時です。新しい御言葉、新しい時は全てをあからさまに解くんだと。私が再び来る時は全てをあからさまに解くんだと。そのように聖句にもあります。そういう時が今来ててもおかしくない時、今たくさん具体的に解ける御言葉、また続けて紹介したいなと思います。たくさん御言葉に近づいて、たくさん聞いてみようとする時に、自分が主体的に自分の答えを受けられて、自分が主人公となって生きることができます。だからこそ、その御言葉に合わせて生きてみよう。そして御言葉に出会えたことをお互い感謝しながら自分のものにしてみようと思う人にもっと大きな答えが望んでいくことを信じます。